ポケモンスリープ初心者おすすめポケモン無課金キャラランク超絶わかりやすいバージョン。ジャスパルと申します。今年もポケモンでポケモンプレゼンツが行われまして、新規のプレイヤーさんも入ってくるかもなというタイミング、ゲームを始めたらまずこのポケモンを狙うといいと思うぜというおすすめのポケモンを紹介していきたいと思います。2025年3月8日現在のおすすめとなります。で、まず最初にめちゃくちゃ大事な注意点というか、このゲームの遊び方って人によって正解が異なるというか、いくつもの遊び方で楽しむことができるよっていうお話をしたいんですが、テンポが悪くなってしまうので別の動画でお話ししてあります。こちらの動画もぜひご覧いただけたらなと思います。個人的にポケモンスリープを遊ぶ上で最も大切な要素だと思っております。そしてこの動画は無課金でリリース初期から遊んできたパルの主観ゴリゴリのキャラランクとなっております。無課金でまったり遊びつつもそれなりに効率よく立ち回ろうとはしてきた、そんな人間の作ったランクです。これが正解だなどというつもりは毛頭ございませんので、あくまで考え方の一つとしてお楽しみください。それでは前置き長くなりましたが、初心者おすすめポケモン無課金キャラランク超絶わかりやすいバージョンやっていきたいと思います。こちらとなります。ドーン！ S ランクピチュー、チコリータ、 A ランクキャタピー、ピカチュウ、以上となっております。めちゃくちゃわかりやすいんじゃないでしょうか。それぞれ出現する睡眠タイプが違うので、ぐっすりタイプはピチュー、すやすやタイプはピカチュウ、うとうとタイプはチコリータとキャタピーを狙ってもらったらまず間違いないかなと思います。このポケモンたちの何がおすすめなのかという共通点がありまして、序盤から強くて将来も活躍する、これがキーワードとなっています。序盤から強くて育った後にも活躍の場が来るので、この子たちを集中的に育てておくことで序盤から最新のフィールドまである程度スムーズに攻略を進めることができるかと思います。そんなおすすめすぎる超絶わかりやすいバージョン、まずはピカチュウ族から解説していきたいと思います。ピチュウ、ピカチュウです。まずポケモンスリープのピカチュウ、めちゃくちゃ強いです。ライチュウに進化していないピカチュウの時点でちょっとした進化後ポケモンと同じくらいの強さを持っていて、序盤にパッとゲットしただけでも即座に活躍してくれます。それだけではなく、ライチュウへの進化は雷の石、レベルを上げずとも進化できるんです。ポケモンスリープ、ポケモンのレベルを上げるのに非常に時間がかかる設計となっていて、進化が遅いポケモンを序盤から使っていくとなかなか苦労してしまいます。進化アイテムの雷の石は序盤であればスリープポイント1400ポイントとの交換でゲットしなくてはならないので、そこだけちょっと大変なんですが、進化したライチュウ、作中でも屈指の活躍を見せる環境最前線の一体です。それが最序盤から手持ちにいるのだから、いきなり無双してくれること間違いなし。その後も本当に長い間パートナーとしてあなたを支えてくれることでしょう。私ももうすぐね600日ぐらいプレイしているんですが、未だにライチュウ現役で活躍中です。よって文句なく S ランクと言ってもいいんですけれども、ピカチュウ、ゲーム開始時に博士から1体譲り受けるのと、ピチュウの方が若干ゲットしやすいことを考慮してピチュウを S ランクに、ピカチュウを A ランクにしています。進化した回数によってスキルレベルが上がったり、最大所持数が増えたり、ボーナスがついたりもするんですが、ピチュウ、ピカチュウにおいてはそこまで大きな差にならないので、どちらをゲットしても問題ないと思っています。どうしてもこだわるのであればピチュウ一択で。そしてこのゲーム開始時に博士から譲り受けるピカチュウ、なんとリセマラが可能です。リセットマラソン、リセットするたびに博士が毎回違う個体のピカチュウを出してくださるので、リセマラによってバチボコに強いアメイジングピカチュウと共にゲームを進めることもできます。とはいえリセマラなかなか時間を取られる大変な作業なので、時間に余裕がある方やとにかく最高効率で遊びたいって方は狙ってみてください。私ね、リセマラ全くやってないんですけれども問題なく遊べております。そんなピカチュウ族についてでした。続いてもう一体の S ランク、チコリータです。チコリータの序盤から強い要素は比較的進化が早いこと。ポケモンスリープでは本家ゲームの4分の3のレベルで進化できるようになっておりまして、レベル12でベイリーフへ、レベル24でメガニウムへ進化できます。このレベル12ベイリーフの時点でもピカチュウよりは強いくらいの強さがあります。繰り返しにはなるんですが、このゲームのピカチュウはしっかり強いです。ベイリーフの時点ですでに活躍できて、集める食材も優秀かつ貴重なもの、それだけでも十分に強いんですが、本当に強いのはその先、将来性にあります。皆さんもいずれ行くことになるであろうラピスラズリ湖畔というフィールドがあります。早ければ100日前後とかでアンロックできるみたいなんですけれども、このフィールドのカビゴン、
好きな木の実が草タイプの木の実、ドリの実なんです。カビゴンの好きな木の実はエナジー2倍ということで、チコリータは将来ラピスラズリコハンで大活躍するポケモンなんですね。で、このラピスラズリコハン、ラルトス、ミニリュウ、ヌイコグマといった作中屈指の強ポケモンが唯一出現するフィールドとなっております。また若草コーンという食材があるんですが、このコーンをまともに集められるポケモンもミニリュウ、ヌイコグマを除くとほとんどおらず、ゲーム設計上もコーンを取るためにそれなりに滞在することが必須級なかなり重要なフィールドとなっております。これまでも多くのプレイヤーがそれなりの日数ラピスでキャンプしてきたことと思います。それだけラピスラズリコハンで活躍できるということには大きな意味があるんです。また若草本島シアンの砂浜という序盤のフィールドを越えると次にチコリータが出現するのがこのラピスラズリコハンになってしまうので、序盤でこそゲットしておきたいという意味も込めて最高ランク S ランクとしました。そんなチコリータでした。では残る1体 A ランクキャタピーです。キャタピーなんといっても進化が早いです。本家ゲームでもレベル10でバタフリーに進化できるキャタピー、ポケモンスリープではレベル5でトランセルに、レベル8でバタフリーに進化できます。もうめちゃくちゃ早いです。バタフリーはピカチュウより強かったベイリーフよりも強いくらいの強さがあり、最序盤としてはもうめちゃくちゃな強さを誇っています。なおそれよりもライチュウの方が強いので、ライチュウのクレイジーな強さが伺えますね。バタフリーの強みはこの圧倒的な進化の速さと汎用性の高いメインスキル食材ゲット S にあります。スキルの発動率そのものは高くなく、なんなら低い部類なんですが、進化によってスキルレベルを上げられるため最低限の効果量を誇っており、序盤中盤の料理をかなり支えてくれます。腐ることがないのが本当に魅力ですね。チコリータと違って未だに虫ポケモンが活躍するフィールドが実装されておらず、また最終進化ポケモンとしてはそれこそライチュウやメガニウムのような他の強力ポケモンたちにやや見劣りするステータスとなっているので、将来性がめちゃくちゃ高いとは言えないのはご承知おきください。とはいえ未だに活躍のフィールドが与えられていない虫、毒、ドラゴンタイプの木の実ポケモンとしては唯一の2進化ポケモン、他のポケモンたちより若干強いです。無課金で遊ぼうと思っているプレイヤーには長く活躍してくれるスペックがありますし、序盤中盤ではこの上なく頼れる存在です。さらにゲームシステム的にもキャタピーはチコリータより出会いやすいポケモンとなっていて、ウトウトタイプでチコリータがいなかった場合はキャタピー狙いおすすめです。ちなみにピチュウ、ピカチュウもシステム的に出会いやすかったりします。気になった方は絶食厳選で調べてみてください。そんなキャタピーでした。以上の4体というかほぼ3体が初心者に超おすすめな無課金キャラランクとなっております。ぐっすりのピチュウ、すやすやのピカチュウ、うとうとのチコリータ、キャタピー、自信を持っておすすめしたいと思います。ぜひ狙ってみてください。ちなみにライチュウを何体も育成するのは雷の石をたくさん交換しなければならないという観点からそこまでおすすめではないのでご注意ください。交換に使うスリープポイントかなり貴重だったりします。また彼らのおすすめのサブスキルもここでざっくり紹介すると、全員木の実が得意なポケモンなので木の実を増やす木の実の数 S、 あとはお手伝いスピードを上げるスキルが純粋に強いです。性格のおすすめもスピードが上がるものが優先度が高いですね。重要度が高くないものは順番に最大所持数アップ系、スキル確率アップ系、食材確率アップ系のスキルとなるでしょうか。これらのスキルは木の実以外の子にはとても重要なんですが、木の実の子にはあんまり関係ないですね。なおレベル75とレベル100のサブスキルはほぼ存在していないものとして考えてください。あれが解放できるのは早くて来年とかになります。個人的にはね、育成がゆっくりなゲームなので EXP 獲得量がアップする性格もおすすめで、睡眠が短時間しかできないよっていう方は元気回復量アップの性格も非常に強力です。参考までに。といった感じで今回は超絶わかりやすいバージョンの初心者おすすめポケモン無課金キャラランクだったんですが、いかがでしたでしょうか。世間的にはね、キャタピー、バタフリーがそこまで評価されていないような気がするので、ぜひね他の方のキャラランク動画とかも一緒にご覧いただいてしっくりくるものを選んでもらえたらなと思います。今回はあまりにも簡略なバージョンでしたので、反応良ければもうちょっと他のポケモンたちについても解説するキャラランク作りたいと思っております。ぜひチャンネル登録、高評価で応援いただけますと幸いです。皆さんのポケモンスリープライフが楽しくなることを願っております。そんなポケモンスリープ初心者おすすめポケモン無課金キャラランク超絶わかりやすいバージョンでした。コメントすべて確認させていただいておりますので、意見感想質問等々何でもお待ちしております。
ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。お相手パルでした。また次回の動画でお会いいたしましょう。おやすみなさい。またね。バイバーイ。